ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。イエイ。今回マスクルお願いマッスルのことを話したいと思います。では多分皆さんが知ってると思うなんですけど、外国に筋肉ある男すごくモテるとわざわ聞いたことないですか？なんか日本人よりが筋肉が大好き、キャンとかなる女の子多い気がする。私も周りはそうだし、私もそうかもしれないんですよ。確かに男がある筋肉は外国人としてちょっと理想な男かもしれないですね。ただ、筋肉ばっかりになるとそんなにね、やっぱりイケメンとしていいなんですけど、キャーンの以外は何もない。だけどやっぱり遅いよりが筋肉の方があるはなぜがみんなが好きなのか、ちょっと今日はいろいろ教えたいと思います。多分個人的に、筋肉ということでちょっと守ってくれるということが思ってるのはいいなって思うし、あと気持ちいいし、なんだろう、男らしいってな感じもするかもしれないですね。でもっと大きくなるともっとみんな好き。なんて言うんだろう、遅い筋肉じゃなくて、例えば外国すっごく大人気のアクターって言えばジェイソン・モモアです。私もすごいジェイソン・モモア大好きなのでわかる。でも2メートルぐらいがあるの、なんかすごい火がなんかあってめっちゃタトゥーが入れたりとか、すっげえめっちゃでかい。多分腕がこんなぐらいなんですね。やばいんですよ。多分日本人から見ると怖いになるなんですけど、外国人の女の子から見るとキャーってもう全部それたいみたいな方があるんじゃないかなと思う。あとはなぜというと、多分昔はね、テルメの前ではないんですけど、ローマのなんだっけ、アートとかね、色を見たら多分わかると思うんですけど、昔のイタリア人、チェザレの時代はみんなすごく筋肉がある。男は筋肉がある、女の子はガラーマってのイメージは本当大きかったから、多分それが昔からあるものなんじゃないかなと思う、自分はね。一番最初はね、私はあんまり筋肉が好きじゃなかったと思う。高校の時は私はね、ちょっとバンギャだったから、バンギャって言うかな、ビジュアル系好きだったから遅い人が好きだったね。ただそう言って言っても、実は一番最初付き合ってた男はめちゃめちゃでかかったんですよ。で私はでもどうかなってもう好きになっちゃったんですね。ただ筋肉よりがちょっとデブの方だったかもしれないけど、でも顔的にはジェイソン・モモアに似てた。髪がすごく長くてヒゲも多くて、もうメタルハードコアのボカリストな感じだったんですよね。最近日本人の女性がマッチョが好きと言っても、多分外国人を持ってるのマッチョはちょっと違うと思う。日本人のマッチョだとジャニーズ系とかアイドル系簡単に言うと遅いマッチョが好きなの。多分私たちがマッチョの大きさといえばプロレスラーの大きさなんですよ。そう、それの大きなの違い。例えば私は高橋、プロレスラーの棚橋が大好きんですよ。そう、それを見てってな感じになっちゃう。絶対好き。なんかそういう大きさ全部されたいってはーって早くけみたいな感じなんですけど、やっぱりなんかそういう話すると多分ね、外国人の友達とかのプロレスラーを見たらかっこいいよねになるなんですけど、日本人は気持ち悪いみたいな、何がってみたい、大きくていいんじゃんみたい、大きくていいんじゃんな感じなんですけど、なかなかそうならないみたい。あれこれもしかして文化の違いだなって思った。なぜそんなに外国人が
好きなんだろうね。でも例えば私はジャニーズ系を見るとイケメンだねって思うんなんですけど、ちょっと守ってあげたいぐらい、なんだろう、私よりがちっちゃいに見えるから、なんかよしみたいな感じ、お兄さんな感じはちょっとするかもしれないから、外国人としてはそれなんか違うかな、わかんない。あと慣れてるの世界と、好きな好みはね全然違うかもしれないからね。私大人になるとそういうこと変わった、経験してちょっと変わった、マッチョが意外と好きかもしれないって自分で最近ほんと分かった。なぜなんだろう、確かに。でも男なんだよ、男らしいサムライ、グマーって言ってちょっと多すぎるかな。でも全然そういうことはじゃあ遅いだったらもうダメということではない。私はね、そうナナ好きだから、たくみさんみたいな人が好きんですよ。でたくみさん全然マッチョとかわけではないから別に NG わけではない。ただその綺麗さは違う。どっちかっていうと外国人のマッチョって言えばプロレスラーレベルぐらいのマッチョで考える。でイタリア人はね、筋トレをするとすごく大きくなりやすい。日本人はなりにくいの違さもあると思う。でだからみんな、私の友達もすっごくこういうぐらいの背中が持ってるから、確かに今考えるとめっちゃでかいな、どうやってそうなった。でも昔の写真を見たら筋肉なしでお前変わんねんじゃんって思っちゃう。そう私も13歳の時はずっとこういう体スタイルだからローリーになったことない。多分ローリーはもう12歳の時まででキリがパーンってな感じになってたから、やっぱりその体スタイルとかのボディは全然違う。で例えばなんだけど、めちゃめちゃイケメンの遅い人とちょっと顔がブサイクなんですけどマッチョって言えば、外国人どっちに選ぶのは、私の周りの友達の半分以上はマッチョを選んでしまうんですよそうそれ多分さっきと言ってたの話かもしれないなんですけど、やっぱりちょっと大きい体してるの日本人は筋トレ始まってちょっとマッチョになってものすごくモテると思う。それはでも私の友達だから、大体私の例年もそうだし、いろいろなね変わってきたんですよね。例えば今すっごく若い子がアイドル、男性アイドル人気になってるから、私よりがちょっと考え方違うかもしれないんですね。遅い人が増えたと思う、前よりが。で私の年とかってから考えたらみんな同じぐらい、そういうマッチョとか大きいの方が好きということでしたはい恥ずかしい。でもぜひ皆さんなんかそういう筋トレしてるだったらちょっとチャンスかもしれない。そうじゃない人はもうラッキーじゃないか、もう頑張るしかない。ちょっとだけ筋肉があればいいかもしれないですね。なんか特にあともう一つ、イタリア人はね、なんで筋トレもするのはモテたいとかちょっとチャラいのところもあるなんですけど、服がすごくよく着る、なんて言うんだろう、こういうスクエアみたいな感じがかっこいい。なんていう、もうジョジョっぽいですよね。なんだろう、本当みんなジョジョっぽい、そういうキラキラの一緒ではなくて、ちゃんとスーツを着てちょっと大きい僕らの女ってな感じはするんだな。はい、ということで皆さんはどうと思いますか？どんな体してますか？でもさあ、アニメってさあったじゃん。お願いますめっちゃモテたい、お願いますそれが私ほんと好きで、なんか私も筋トレ最近始まったなんですけど、今ちょっとプニプニに戻ったなんですけど、ですね、はい、ジムに行きましょう。もう夏だしね。もう夏は全然海に行ってないんですけど、来年のために外国人も来るかもしれないから、ちょっとアタックしましょう。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。あとはいいねボタン押してぜひチャンネルを登録してください。あとうちのファンクラブがよかったらぜひ入ってみてください。また次の動